こんにちは、みるみるです。この動画はコナンカードゲーム初心者から中級者になるための動画です。投稿者は現在、スタートデッキ、テーマデッキ戦、交流戦に7回参加し、うち6回は全勝しています。なので初心者に対してアドバイスくらいはしてもよいかなと思い、この動画を作成しました。コナンカードで重要なことは3点です。いかに下手なプレイングをしないか、対局感を持つこと、そしてデッキ構築です。まずプレイングについてですが、コナンカードは盤面ゼロかつ相手に依存せずに1ターン中に勝ち切ることは現状のカードプールでは不可能です。毎ターン以下に失敗しないことが重要です。将棋や囲碁に近いかもしれません。失敗とは何かというと、相手の勝ち筋を妨害する行為をしなかったことと定義します。例えばファイル碁で手札がゼロの状態でランの一撃をドローしました。相手の場には迅速の服部栄二と鈴木園子がいる場合、どちらにランの一撃を食らわすかというと鈴木園子に打った方が良いです。突撃や迅速のキャラは幾分レベルが高いためステータスが高めなように見えますが、同レベルのキャラと比較すると標準的なスペックをしており、出したターンを終えればただの能力なしのバニラでしかありません。ただ単に AP 高いから厄介そうという理由で迅速キャラに打つよりかは毎ターンサーチしてくる鈴木園子を標的にした方が良いです。リムーブできるカードを除去というのですが、除去はほったらかすと毎ターンドローしたりサーチかましてくるやつに打った方が良いですね。よく使われるカードだと鈴木園子や毛利安中森青子とか毎ターン効果を発動しうるキャラが除去の狙い目です。服部栄二のようなコンタクトで対処が難しいキャラに打つのもありです。こういう除去を丁寧に考えて打つだけでも勝率はぐっと上がると思います。また盤面をよく見ずにアクションして普通に AP 高いキャラでガードされるのもダメです。交流戦でこれやっちゃう人は猛省してください。あと受ける側のコンタクトでのカットイン使用も時と場合によりますが、基本的に握手につながることが多い気がします。受ける側のコンタクトでカットイン使う場合はアクション側も同 AP もしくは脱線のシチュエーションが多いでしょう。その時にまず受ける側がカットイン使うか使わないかの選択肢が発生して、アクション側はそれを見てカットイン使うか使わないか選べます。相手もカットイン使ってきたらその子とカットインまで失えます。だったら素直にその子だけ失って返しのターンでその子の敵を取った方がマシです。ワンチャンカットイン使わずに返しで倒せますからね。その子より低い AP でアクション仕掛けてきてカットインで上回ろうとする相手にはカットイン使っても良いです。ただこういうアクションの仕掛け方はかなりレアケースというか、相手も苦しい盤面なので例外的なシチュエーションと言えそうです。先日ゲームナック様のチャンネルで公開されたコナン TCG のプレイ動画にて非常に良い盤面があったのでご紹介します。こちらがゲームナック様の盤面です。より無我を出してスタートします。迅速エイジで迅速赤いにアクションします。これを AP7000 の赤い3で受けます。もう一体の迅速エイジでもう一度迅速赤いにアクションします。実際の展開ではここで AP+2000 を使って受けます。投稿者は受け側のカットイン仕様はあまり良いと思っていないので素直に受けます。より無我が条件を満たしたので突撃を得ます。突撃で事件へアクションします。ひらめきで1ドローします。ドローは次のターンに登場するアンドレを引いたことにします。もう一体のより無我で事件へアクション。さらに遠山和和でアクションを行います。実際にするかどうかは分かりませんが、全員スリープでターンエンドしないと思うのでネクストヒントを打ちます。より無我をリムーブして服部静香を出してパートナー推理でターンエンドします。赤のプレイヤーのターンです。まずはアンドレを出します。そしてネクストヒントで4ブレッド赤いを登場させます。3事件アクションブレッドの赤いで事件にアクション。そして SR の赤い3の効果でレベル7以下のキャラをリムーブします。アクティブの服部静香をリムーブしておきましょう。スリーク効果が厄介な遠山和和をアンドレで突撃。相手は守るためにカットインを打ってきたとしても温存していたカットインで問題なく和和を抑えます。沖安原で同 AP のより無我にアクション。
実は投稿者この時 SR の赤井さんの AP+1000 の効果を忘れており、沖安バルを AP6000 にして迅速エイジにアクションするのが最善手になります。 SR の赤井さんで迅速エイジにアクション。パートナー推理でターンエンド。実際のゲームナック様の盤面より相手の証拠が1つ多い状態ですが、緑のキャラは1体だけにできました。カットインはなるべく受けで使わず攻めに使った方が良いという盤面でしたのでご紹介しました。話をまとめると、除去の打ちどころを見極める、ガード確定されるアクションをしない、受けのカットインは慎重にというお話でした。続いては対局観です。コナン TCG ではシチュエーションが3つあります。まずは解決編に至るまでの事件編、事件編から解決編になりリーサルに至るまでの状況、言うなればアプローチ、そしてここから勝ちに向かって一気にネクストヒントを使っていくリーサル、この3つのシチュエーションがあります。初心者の方はアプローチがなくて一気にリーサルに行っちゃったり、逆にずっとアプローチしている人を見かけます。アプローチが重要でして、ファイルをある程度維持しながら相手の盤面を削ってリーサルにつながるプレイングが必要になります。ファイル4以下になってターンエンドしてしまえば、盤面がこれで証拠が4でファイルも4ってことはすぐ動けるキャラって出てきても突撃持ちでしょ。次のターンでは確定でリーサルないからネクストヒント1回だけ使ってファイルを温めておくか。相手からすれば全くプレッシャーになりません。なので考えなしのファイル4以下にするネクストヒントは握手です。じゃあファイルっていくつ維持すればいいのかというと、手札と盤面を見て考えましょう。例えば手札にレベル8のキャラが2体います。今のファイルはアシスト含めて7です。レベル8のキャラは出せません。ということは次のターンで一気にレベル8のキャラを2体出そうとするなら、このターンはネクストヒントを使わないのが最善手と言えます。しかし次のターンで一気にレベル8のキャラを2体出すのは正しいプレイングなのでしょうか。現在証拠は0です。次のターンでレベル8のキャラを2体出して、その次の相手ターンにて相手が1体もレベル8キャラを除去できなかったとしても、次の自分のターンでリーサルは発生しません。証拠が4になるだけですからね。ならば次のターンでレベル8を1体出してネクストヒントでレベル7以下のキャラを出して、さらに次のターンでもう1体のレベル8を出した方が良いプレイングかなと思います。とすると今のターンでは1回ネクストヒントを使ってキャラを1体出すのが道筋の通ったプレイングだと思います。一方でレベル7迅速キャラを活用し一気に証拠を増やすワンショットデッキでは、なるべくネクストヒントを使わずに相手のリーサルだけは発生させないプレイングに努めるのが良いプレイングです。つまりプレイング、対局感は密接にデッキ構築に紐づいています。ワンショットデッキで毎ターン1体ずつ迅速キャラを出してもしょうがないですし、一気に除去能力持ちのレベル8を2体出してレベル2のキャラを除去してももったいないです。ネットに転がってる優勝デッキレシピをそのまま使ってうまく使いこなせてない、プレイヤーが勝ち筋が分かっていないパターンや、自分の感覚でデッキ組んだせいでデッキの勝ち筋が弱いかもしくはないパターンですね。ということで初心者におすすめのデッキを紹介します。個人的に推奨するのがイベント少年探偵団が入っていない青タンデッキの使用をおすすめします。レベル7の毛利ランが暴れるデッキですね。青タンは赤とか白とかと比べると動きがシンプルなので、カードゲームに慣れていない方でもそれなりに勝てると思います。極論、手札から出せるレベルが最も高いカードをファイルを維持しつつ出し続けてだけで前線できると思います。自分の推しキャラがどうしても使いたい方はそのキャラが入っている大会上位デッキレシピを丸パクリしてください。少なくとも最悪のパターンであるデッキに勝ち筋がない状況だけは避けられます。自分でデッキを一から組むのは初心者は止めといた方が良いです。デッキ構築論とかありますけど、あれはデッキ組んで一人回ししてデッキの感覚をつかめるレベルの人向けなんですよね。あとは自分のデッキのカードについては熟知しておいた方が良いかなと思います。交流戦などではゲームテンポが速い人がいて、そのスピードに圧倒されて負けるというのもあります。自分の使っているカードを覚えていれば、せめて自分のターン中のゲームテンポを上げることができます。またようにゲームテンポが速い相手に対しても自分のゲームテンポでプレイできるようどっしりと構えるのも重要ですね。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。